こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回はこちら7枚目の塗り絵を塗っていきたいと思います。まずは墨雲堂の絵墨目を使って肌の色を塗っていきます。ベースの色味、赤っぽい血色の色味、それから影の色を作ります。影の色は紫と青色を混色した色にしています。まずはベースの色味を塗ってから血色の色味をにじませていきます。明るいところの白抜きを少ししておきます。乾いてからメイクの色味を塗っていきます。今回は月明かりで逆光になっている肌の色を塗っていくんですが、最初はこんな感じで普通に影がない状態で色を塗りました。次に影の色を塗っていきます。耳や首から下の部分で暗いところに色を塗っています。こんな感じで1層目の肌の色は薄い陰影をつけておきます。次は次の色を塗っていきます。紫と黄色を混色した茶色、黄色を多めにした茶色、そして岩彩の明るい黄色を使った色味を作りました。まずは一番明るい黄色で全体を塗っていきます。次に茶色をにじませていきます。今回は絵の具のにじみを使って月の表面を塗っていきます。絵の具をポトッと垂らし込んだり、逆に水を入れたりしながらにじみを作っていきます。こんな感じで乾いたら絵の具の縁の線が出てしまっている部分を修正していきます。濡れた筆で優しくこするようにして余分な絵の具を取り除いて絵の具のムラを取っていきます。次は青色で影の色を塗っていきます。ざっくりと全体が逆光になっているようにするために大きく陰らせていきます。塗り残しているのはシルエットの縁の部分とほっぺたの部分だけです。他の部分はまんべんなく全体が青い影の中になるようにしています。着物の部分もこんな感じで背中側をかなり陰らせています。こういう風に一旦整理しておくことで、どこら辺が光が当たっている色でどこが当たってないかを分かりやすく整理しています。
次に紫を加えた色味でさらに暗い部分を塗っていきます。これで絵全体の陰影がわかりやすくなったと思います。薄い色を塗る際はこの色の上から塗っていくので陰影がはっきりと分かれます。濃い色を塗るときはちょっと分かりにくくなるんですけれども、それでも一回塗っておくことによってそれをヒントにして塗り進めていくことができます。肌の部分の陰影はこの青っぽい影の色と黄色とかオレンジ色とか肌のトーンの色を何度も重ねるようにしながら調整をしていきます。影の色一層で肌の色を調整するのは結構青くなりすぎちゃったりして難しいところがあると思うので、できるだけ薄い絵の具の層で調整していくのがおすすめです。髪の毛の部分はグラデーションで塗っていきます。一番明るいシルエットの縁の方は黄色、その次が緑、一番陰った部分が青色になるようにグラデーションにしています。次に背景の色味を作っていきます。アサギと緑青を混色した色、本藍と紫を混色した色を作りました。雲のシルエットが書いてあるところ全体に水を塗ってから黄色をにじませていきます。次に先ほど作ったターコイズブルーのような色味をにじませていきます。最後に暗くしたいところに紫みの青を加えていきます。先ほどの月の部分もそうなんですが、今回の7作目では絵の具の偶然のにじみを背景に使うことをテーマに塗ってみました。画面の下の方になるにつれて濃い方の青色が多くなるようにしています。椿の部分もこの3色で陰影をつけていきます。黄色を塗ってからターコイズ、そして一番暗いところにこの藍色のような色味を塗っています。下塗りですのであんまり濃くなりすぎないようにふんわり色が乗るようにしています。薄い黄色を光っているところにのせています。目の色やメイクの色味を調整していきます。着物の色は栗川茶と新茶を混色した色、それから金曜土と本藍を混色した色味で塗っていきます。ちょっとここ申し訳ないんですが、ここ線が描き忘れてしまっているので、付け足してシルエットをこうつなげるように描いてみてください。申し訳ないです。
ちょっとこの線が多分ないように思います。気づいてくれた方ももしかしたらいるかもしれないんですが、これは完全に作画ミスなので、ここちょっとつながるようにしておいてください。こんな感じの3色に塗り分けました。帯の色の残りの部分は本藍を塗りました。着物や帯の色はいろいろアレンジしながら塗ってみてください。髪の毛の陰影を追加していきます。絵墨の目の青と緑を使っています。ここら辺はいつもの描き方と一緒なんですが、次と反対側になる影った部分を重点的に描いています。頭の丸いシルエットの周りの部分はふわっとした感じであまり描き込んではいません。次に上紙を使って椿を塗っていきます。濃い部分の色味では帯とかに使った色をそのまま使っています。真ん中が濃くなるようにして乾かない間に白抜きをしていきます。白抜きを筋状にしているんですが、下地が黄色いのでその色が反映された色味になります。次は葉っぱの色味を塗っていきます。盆栽の青磁と絵墨の緑を使います。まずは黄色い薄い色を塗ってから真ん中に青磁の絵の具をにじませていきます。次にそれが乾かない間に濃い方の絵墨の目の緑をにじませていきます。こんな感じで次のシルエットにかぶっている葉っぱは周りが黄色っぽく光った逆光の葉っぱとして塗ります。他の部分は画面の端っこに行くほど色味が濃くなるように塗っていきます。髪飾りなど細かい部分も塗ります。こういう小物の色味は絵の他の部分に使われている色味から持ってくるといい感じにまとまります。次に空の色を本藍で塗っていきます。こうすると絵がかなり締まった印象になってきます。全体の陰影を調整するために雲の部分に本藍をにじませていきます。水を塗ってからぼんやりとにじむように本藍の色味をにじませています。この絵の具のぼやぼやっとしたにじみは色合いも豊かに見えますし、背景に使うととても使いやすいテクニックだと思います。
メイクに赤い色味と茶色い色味を追加しました。顔に落ちている影の縁になる部分に少し茶色っぽい色味を追加しています。光と影が分かれる間の部分にこういう赤っぽい色をちょっとだけ混ぜると光が若干暖かい印象になると思います。顔に髪の毛が落とす影など細かい陰影を追加していきます。着物の光が当たっている部分の色味を少し色抜きして光を強調しています。あとは光の色である黄色をいろんなところに塗ったりして調整しています。アクリルガッシュのホワイトを使って一番逆光度合いが強い顔の部分に光を入れていきます。細かいですが、この首のところもかなり光が入ってきている感じにしたいので白を入れています。呉竹の岩彩丹美のスターリーカラーズセットを使います。今回は黄金色を使います。椿の花粉の部分にやや透ける感じで色をのせています。しべの軸の付け根の方が白っぽくなるように水でぼかしています。次はアクリルガッシュのアンティークブロンズを使います。水で溶かして薄めの色味で使います。少し陰影をつけて暗くしたいところに2層目を塗っていきます。細かいですが、このチェーンの部分も点々と彩色していきます。文字盤の色味をちょっと黄ばんだ感じにしたかったので、茶色とかを使って彩色しました。他の装飾もアンティークブランズを追加していきます。花粉の部分の陰影としてこのアンティークブロンズを使ってみました。点々と彩色してから少し水をつけた筆でぼかしています。帯にもアンティークブロンズで縁の方を塗っていきます。次にユニボールシグノのゴールドを使って柄を描いていきます。コピックを使って陰影を調整したんですが、ちょっと乾ききる前に使っちゃったみたいで若干インクが伸びてしまいました。ペン類を重ねるときは皆さんも気をつけてください。次はホルフェインのクロマパールイエローを使ってキラキラを追加していきます。かなり水で溶いた色を使用しています。月の部分と光が当たっているところ、それから肌の部分に塗りました。色が濃い部分は結構絵の具が取れやすいので慎重に塗っていきます。
濃いめの絵の具でハイライトを追加しました。アクリルガッシュのパールイエローをぷっくりと盛り上げながらパールの飾りを描いていきます。こんな感じで完成しました。全体的な着彩には吉祥の岩彩と極雲堂の泉銘を使っています。今回は呉竹のスタイリーカラーズセットより黄金色を使いました。光の強いところにはアクリルガッシュのホワイト、小物にはアンティークブロンズ、パールの部分にはパールイエローを使用しています。全体的なキラキラはいつものこのクロマパールイエローを使っています。それから帯の柄の部分はこちらのボールペンとところどころ陰影の修正にコピックを使用しました。こんな感じで今回は薄暗い色味の絵を描いてみました。月の部分や雲の部分はかなり絵の具の偶然的な要素を使っていますので、絵の具のにじみのでき方とかを楽しみながら塗っていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。